どうも、ささんです。今回はですね、iPhone 17シリーズの登場と同時にね、非常に話題となった、こちら、Qi2 25W 対応の充電器、Qi 2.2 って言ったりもするんですけども、ついにアンカーからね、この規格に対応した充電器発売されたんですよ。これ実は以前の動画で、この2つ ESR とベルキンのね、製品比較したんですよ。この2つも Qi 2.2 対応なので、対応しているスマホ iPhone 17シリーズとかを最大 25W でワイヤレス充電できますし、さらにこの2つどちらもね 3in1 になってるので、スマホの充電、Apple Watch の充電、ワイヤレス充電器の充電、これを全て同時に行うことができるんですよ。で、あとスマホの充電部分にはファンを搭載しているので、充電中もねそのスマホが熱くなりにくいと、めちゃくちゃ便利な製品なんですけども、今回のアンカーの充電器に関してはそれらに加えてもっと便利な機能がついてると、多分スマホの充電速度自体はほぼ変わらないと思うんですけど、その他どんな違いがあるのか、開封レビューしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速開封していきます。ちなみにですね、これ結構値段は高いですね。今動画撮ってるの11月13日なんですけども、これ Amazon で約25,000円ぐらいでした。ただアンカーは新製品発売の時に先着何台までは何%割引みたいなのをやってるんですよ。で、現時点ではね、まだその台数に達してないのか、15% オフで買うことできるみたいです。僕もね、15% オフで買いました。だいたい21,000円台ぐらいって感じですかね。じゃあ行きます。オープン。よいしょ。はい。おー。どうですかこれ。なんかかっちょいいっちゃかっちょいいんだけど、なんだろうな。なんか寄生獣感があるんだけど、なんかミニーみたいな見た目してるな。これはこれで可愛いのかもしれないですね。まだ電源入ってないんですけど、ここがね、一応ディスプレイになっていて、充電状態確認したりできるみたいですね。その少し後ろがワイヤレスイヤホンの充電部分で、この小さい丸い方は Apple Watch の充電器。で、この大きい方がスマホの充電器となってます。これ質感としてはね、めちゃくちゃ高いですね。先日の動画でベルキンがね、すごい高級感あるって言ったんですけど、正直ね、アンカーの方がめちゃくちゃ高級感感じられるな。値段もこの3台の中でダントツで高いんですけども、高級感重視の方はね、これかもしれないですね。はい、内容物こんな感じで 3in1 充電器本体、USB 充電アダプター、USB ケーブル、クイックスタートガイドと、あとこの丸いね、ステッカーなんですけど、これはですね、Apple Watch の充電のところに貼って、Apple Watch をね、安定させるやつみたいですね。なんか最初から貼り付けられてるっぽいけどね、多分このまんまね、普通にくっつくと思うんだけど、全然ね、磁力バッチリですね。付属の USB 充電器は出力が最大 65W、USB Type-C ポートが1つついてます。サイズはね、かなりちっちゃいですね。で、プラグも折りたたみ式で、普通に使いやすそう。これもしかしたら単品で販売されてるやつなのかもしれないですね。で、本当はね、ベルキンと ESR のね、充電アダプターもお見せしたかったんですけど、ちょっとどっかに行っちゃいまして、この2台使ってるんですが、別なね、充電器で、使っていて元のやつがね、どこ行ったかわかんないんで、今回比較はできないんですけど、多分ね、これが一番ちっちゃいし、出力、高いと思います。USB ケーブルについてはですね、布巻きみたいな感じの素材になっていて、今ね、型ついてるんですけど、これね、ほどくと型もね、気にならなくなりますね。なんかめちゃくちゃいい感じ。ケーブルの質も多分これが一番高そうな気はしますね。はい、じゃあいよいよ電源入れてみましょう。よいしょ。これで光るのかなもう。アンカープライムっていう表示になりましたね。ディスプレイね、めっちゃ綺麗だわ。なかなかね、解像度高そう。で、本当はね、iPhone 17 Pro でいきなり充電試したかったんですけど、ちょっとバッテリーが結構残っちゃってまして、今減らし中なんですよ。なので、とりあえずですね、これ、16 Pro で試したいと思います。これ、バッテリー 0% です。いきます。はい。充電開始されると、このね、ディスプレイが表示されると、面白いね。充電のワット数が表示されるのと、その横にね、なんかゲージみたいなのがこう登っていってますね。面白い。なんか 5.5W から動かなくなったぞ。これってどうやって表示させるんだろう。ここか。タッチしたら出てきましたね。いや、充電速度はですね、今のところ 5.2W しか出てないぞ。こうやって操作できるわ。この点々マークみたいなやつをスワイプするとね、こうやって違う画面に切り替えて、設定とかできるのか。タッ
プか。なるほどね。操作はあくまでこのね、点々のところだけですね。スクリーンタイムアウトの設定。ちょっと今回ね、長めにしておこう。30分にしとくか。消えないように。で、充電のモード、ブーストモード、アイスモード、スリープモードとかありますね。まあ、ブーストモードにしよう。でも充電速度全然出てないんだけど、これ。今本当に iPhone 完全放電してて、0% なんですよ。だからかも。でもだんだん上がってきたな。9.5W にはなりました。iPhone 16 Pro で。あと、この画面で端末の温度がどのくらいかっていうのも確認できるみたいですね。今15度になってるので、熱くなってないっていう感じか。スマホ充電部分の後ろにこのファンがついてるんですよ。今指を近づけると、ちょっと風が出てるの分かりますね。で、音についてはね、全然気になるレベルじゃないかな。さーっていうね、そのファンが回ってる音っていうのはもちろん聞こえるんですけど、気にならない感じかな。そんなに充電まだしてないんですけど、一回触ってみたい。冷たいわ。冷たい。さっきベルキンと ESR も冷却構造はついてるって言ったんですが、多分ベルキンと ESR は、普通のね、ファンなんですよ。で、アンカーについては、これペルチェ素子採用してるみたいで、表面がすごくね、冷えるんですよね。やっぱすごいね、これ冷たい。どうしてもね、これ長時間充電していくうちに、端末の温度が上昇して充電速度低下しちゃったりとか、あとはもしかしたらね、バッテリーの劣化が早まっちゃったりとか、そういった心配あると思うんですけど、しっかりね、冷却しながら充電してくれるのはありがたいですよね。で、今充電の速度がですね、ちょっと上がりましたね。14W。iPhone 16 Pro で、14W。完全放電は、解消されまして、今、バッテリー残量 2% となってます。20W 超えましたね。ちょっと下がった。15W ぐらいかな。なんか 15W から 20W を行き来してるっていう感じですね。ちなみにこれ16 Pro は 25W 充電対応してないですからね。25W に達してないというのは正常なはずです。これさらにですね、Apple Watch の充電も同時にやってみましょう。今 Apple Watch の充電残量 12% しかないんで、Apple Watch の充電の速度は、今 0.7W 遅くないかこれ。これはそのうち速くなるのかなこれ。スマホもね、最初遅かったのに、速くなったんで、これ最初は遅いもんなんかな。で、充電中にこの iPhone の角度っていうのは、こう変えられるようになってます、向きを。だいぶ上向くね。真上向きますね、これ。ちょっとカメラのアングル的に分かりにくいと思うんですけど、今ね、iPhone 真上向いてます。真上から、直角まではいかないな。でも普通にね、スタンドとして動画見たりとか、そういう用途では全く問題ないぐらいね、角度調整の幅広いですね。もちろんこれ横向きにしてね、充電したりとかもできますからね。充電中もね、これファンの風がめちゃくちゃ冷たいわ。すごいな。やっぱ冷却性能高そう。そうこうしているうちにね、Apple Watch の充電速度も上がってきました。さっきまでね、なんか 0.8W とかだったんですけど、今 4.2W まで、上昇してますね。じゃあさらにここで AirPods もね、一緒に充電してみましょう。これ AirPods Pro 3ですね。ケースのバッテリー残量 63% でした。そんなに減ってないんで、あんま速度出ない可能性はあるんですけど、あとケースに入った状態でちゃんといけるか。なんか3つ充電したら変な、かっこいい表記になりましたね。AirPods を追加で充電しても、他のね、充電の速度が下がる感じっていうのはないですね。AirPods は今んとこ 1.5W で、充電されてるし、あとね、ケースもつけてるんですよ。ケースティファイのね、ケース AirPods Pro 3につけた状態でも、全然問題ないですね。これいいな。この iPhone 全然熱くならないっていうのがまたいいわ。これ AirPods Pro 2もいってみよう。AirPods Pro 2のケースの充電残量は 50% だったんですよ。だからか、ちょっと充電速度が速いですね。今 2.4W になってる。これね、3-in-1 充電器っていろんなメーカーから出てるじゃないですか。でも、ものによっては、ワイヤレス充電の品質にね、若干ばらつきがありまして、何年か前にも僕ね、アンカーの別な 3-in-1 充電器買ったことあるんですけど、それだとね、このワイヤレス充電、イヤホン充電してる時に頻繁にね、充電途切れてたんですよ。スマホの充電とかは問題なかったんですけど、イヤホンのね、ワイヤレス充電あんま品質良くないなって思ってて、でもこれはね、問題ないですね。全然途切れたりとか、今んとこしなそう。で、実はこの充電器はスマホアプリにも対応してるんですよ。今ね、Galaxy にアプリ入れてみたので、どんな感じでね、使えるのか見てみましょう。プライムワイヤレスチャージャーありますね。で、登録、スキップできるな。いや、これいいわ。いちいちね、アプリで絶対会員登録とか、ログイン求めるやつあるじゃないですか。それめんどくせえなと思ってたんですけど、接続確認しました。本体のボタンを押して接続します。
はい、これで繋がったかな？完了。あ、ファームウェアアップデートあるな。はい、ということでアップデート終わったんですけど、意外とね、5分ぐらいかかりましたね。これがね、アップデート後の画面なんですけども、アプリ上からも今何ワットで充電しているかっていうのを、確認できるようになっていると。このディスプレイに表示されている数値と、ちょっとだけね、ラグはありますね。こっちの方が多分早い。スマホの方が反映遅いんですけど、そんなに、気にするほどではないかな。で、下の方には充電モードっていうのがあって、今、冷却モードになってるんですけど、急速冷却っていうのもあるし、あとスリープっていうのもありますね。一回急速冷却やってみよう。あ、これにすると、ちょっと音は大きくなりますね。なんか気になるようなね、こうキーンっていう耳障りな音ではないんですけど、単純にね、結構ファン回ってるなっていう感じはあります。別に冷却モードでも十分かなって思いますね。で、液晶モードではこの明るさかな？明るさの調整ですね。個人的には 100% でいいかなと思います。で、右上の設定、歯車マークを押すとですね、時計表示モードっていうのがありますね。時計表示オンにすると、これ変わってるのか？タイムアウト後に画面が時計に変わりますか。30秒にして、はい、これで待ってたら時計に切り替わるはず。お、来ました。9時48分。12時間表示じゃなくて24時間表示にももちろん対応してますと。で、言語の設定、日本語あんのか。ちょっと日本語に切り替えました。こんな感じかな。別に設定はね、本体からもできるんですけど、ファームウェアアップデートはね、アプリからじゃないとできないと思うので、購入した後ね、ファームウェアアップデートあるかのチェックっていうのはした方がいいですね。ちょっと何回もくどいんですけど、もう一回ね、iPhone の後ろ触ってみよう。やっぱ全然熱くない。今ね、17W でずっと充電されてたんですけど、やっぱね、16 Pro、この速度でね、充電してても熱くならないですね。充電残量 26% まで来ました。はい、ようやくですね、iPhone 17 Pro の充電が減ったということで、今 6% まで減りました。この状態でね、ちゃんと 25W 充電できるかやってみたいと思います。よいしょ。今ね、ケースつけた状態なんですけど、そこは問題ないんじゃないかなと予想してますね。はい、10W 超えましたね。さあ、こっからね、すぐこう 25W まで行ってほしいけどな。これ他の充電器もそうなんですけど、だんだん上がっていくんですよ。これ何のあれなんだろうな。いや、ワイヤレス充電って本当にね、端末熱くなるのがね、ちょっと心配になるんですけど、使ってて。これはね、もうそういった心配がほとんどないんじゃないかなと思いますね。これめっちゃいいな。20W も超えましたね。お、来た！ほぼ25W いったらなんかこのかっちょいいこう演出が出ました。27W ってなってる。ロスとかもね、多分あると思うし、誤差もあると思うんで、この表示がね、100% 正しいっていうことではないとは思うんですけど、25W 普通にいけたな。なんか一気に減ったけど。こんな感じですね。で、Apple Watch と、AirPods もね、また同時に充電してみましょう。あんま関係ないとは思うんですけど、一応。はい。また 25W になったと。同時充電しても関係ないですね。今 9%。10分ぐらい様子見たいと思います。はい、今10分ちょっとね、充電してみたんですけども、9% から、31% までね、充電されました。で、充電速度が、若干ね、上下はしてるんですけど、ほぼね、25W 前後っていう感じで、充電され続けてます。これはね、でも iPhone が 100% までフル充電になるまでずっとこの速度が続くっていうわけではないんですよ。iPhone 側で充電速度を調整してバッテリーの劣化をね、抑えるっていう風になってるので、これはしょうがないことです。どの充電器でもね、ちょっと充電速度っていうのはだんだん落ちてしまうんですけども、今のところね、ちゃんと 25W 前後で、充電されてると。で、現時点での端末の温度、ちょっと触ってみよう。これね、やっぱ16 Pro 充電してた時より、ちょっとあったかいですね。あったかいっていうかね、なんか普通、あったかくはないかな。充電してない時と同じような
温度っていう感覚ですかね。16 Pro の時はもう普通の時よりも冷えるんですよ。冷たく感じてたんですけど、17 Pro はですね、やっぱ充電ワット数がそこそこ高くなってしまうので、なんか冷たいっていう感じはなくなったな。でも全然問題なさそう。ベルキンとか ESR の時は、ほんのりあったかいぐらいにはなってしまうんですよ。その 25W で充電してると。でもやっぱね、アンカー大丈夫ですね。これ結構ありがたいな。はい、というわけで今回はついにアンカーからも発売されましたこちら Qi 2.2 に対応した 3-in-1 のワイヤレス充電器についてでございました。いかがでしょうか。先日もね、比較レビューしたこのベルキン ESR、これらに比べて、別に充電速度が速くなるっていうわけではないんですよ。ただ、充電残量をね、ディスプレイで確認できたりとか、冷却性能が進化してたりとか、そういったメリットですよね。そこをどう見るか。で、この価格の違いもね、結構大きいですからね。初回限定のクーポンを使うと、このアンカーの充電器は、2万1000円から2000円ぐらいの間で買えますし、ベルキンについてはですね、1万8000円弱。ESR は1万3500円ぐらいかな。この付加機能にお金をかけるかどうかっていう感じ。やっぱコスパ重視でいくんだったらね、全然 ESR でいいのかなっていう感じ。しかもね、ESR の場合はですね、この後ろのアプローチの充電器取り外してね、持ち運んで使ったりとかもできるんですよ。旅行先とか出張先に持ってくみたいな。ベルキンとかアンカーっていうのは、できないですね。ただベルキンはね、この中で一番ミニマムな見た目、高級感もあるし、その点は魅力かなと思いました。機能的にモリモリなのはね、アンカーなんですけど、皆さんの好みもですね、ぜひコメント欄で教えていただけますと幸いです。ちなみにね、僕がこの2台の充電器買った時は、プライム感謝祭の時かな？これどっちもセール対象だったんですよ。発売されたてだったんですけど。でもアンカーはね、もしかしたら、ブラックフライデーの対象になんないのかな。どうなんだろうね。アンカー意外と新製品は最初のクーポン出してからしばらくはセールしなかったりするんで、欲しい方は最初のクーポン狙った方がいいのかも。ちょっとどうなるかわかんないんですけどね。この3つの Amazon のリンク概要欄に載せてありますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。私、さっさんこんな感じで普段からガジェットレビュー動画たくさんアップしてますので、よろしければチャンネル登録と高評価で応援していただけますと嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。